おはようございます。たかしです。本日は8月9日水曜日、ただいま9時16分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。有料のノートを始めました。プライム投稿の一部を切り売りする形で配信しています。プライム投稿では情報量が多すぎるという方向けの配信です。お好きな通貨ペアを選んでご購読ください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは日足から見ていきましょう。昨日の日足は陽線ですね。その前も陽線というところで、ここのところ、7月の28日の金曜日から上昇しまして、一度3日連続陰線をつけての、そしてその切り返しとなってきております。現在はこの7月28日からの上昇に対する押しをつけての上昇のように見えてきますので、と考えますと、ここから上昇方向に動きやすいのかなというのが今の状態ですね。現在直近の高値が 183.3 付近になりますので、そのあたりを明確に超えてこれるかどうかっていうところが本日のポイントです。本日は昨日に引き続き上昇しやすい試合だとは思ってます。ここのところ連続2日間陽線ですので、本日も上昇しやすいのですが、この直近の高値の 183.3 付近っていうのを明確に上抜けられるかどうかっていうところに注目ですね。基本的には今日足を見ていてもわかりますけれども、上昇トレンド中ですので、下がったところを買っていくという押し目買いスタンスではありますので、本日もし下落をしてくるのであれば、そこからの押し目買いを検討していくのがいいと思います。ただし日足ストキャスティクスは高値圏にありますので、いつ日足単位の調整の下落が起こってもおかしくない、そういうところにあるのは念頭に置いておいてください。チャンネル登録してね。では4時間足です。昨日は結果的には日足は陽線で終えているんですが、その中身っていうのは結構激しい動きをしてましたね。朝方から上昇、そして一度大きく下落、そこからのほぼほぼ全戻しという中で動いておりますので、日足としては下髭の陽線にはなってますが、かなり大きく下落してからの切り返しになってます。この乱高下巻き込まれないようにするために、昨日は分かりにくい動きをする、上がったり下がったりという動きをする可能性がありますよということは朝に配信していたと思います。というのも今現在4時間足の GMMA は横ばいですので、その GMMA が横ばいということは基本的にレンジなんですね。つまり上がったり下がったりという方向感のない動き、 GMMA の帯が収束してますので、今は方向感がありません。4時間足単位では方向感がないというところに注目ですので、その中でのトレードだということを分かっていないと、昨日の乱高下に巻き込まれてしまいますので、今チャートがどういう状態にあるのかという環境認識が大切になってきます。本日は先ほど日足で言いましたように、今のところ2日連続陽線になっておりますので、本日も上昇しやすい試合ではあるんですが、ここ直近高値にオレンジの水平線引いてますが、183.248、だいたい 183.3 付近ですね。そのあたりっていうのが次のターゲットになってきますので、そこを突破できるかどうかっていうのが本日の注目ポイントです。本日下げてくれば押し目買いで、まずは 183.3 ぐらいまでの上昇を見ておく。183.3 を上抜けてくれば次は184円ぐらいまで、これが日足での直近高値になりますので、そのあたりを目指して上昇すると思います。4時間足ではレンジと言いましたが、昨日の下落は GMMA にサポートされてますので、ここからは GMMA が上を向いてくるような動きになってくる可能性が考えられますので、本日もし下落してきても GMMA 付近でサポートされるのであれば、そこからの次の上昇の流れっていうのを見ておくといいと思います。先ほど日足ストキャスティクスは高値圏と言いましたが、4時間足も同じような形をしておりますので、上昇したとしてもここから4時間日足単位での大きな上昇になるとは思わない方がいいと思います。どこかで一度大きめの下落ですね。まずは4時間の調整、そして日足の調整っていうのが行われてきますので、それがいつになるのかっていうのを見ておく。ただそれを待っていてもなかなかトレードはできませんので、少なくとも1時間足のストキャスティクスが安値圏に入るのを待って、そこからの上昇の流れに乗っていくというのが今はいいと思います。では1時間足です。昨日はかなり激しい動きをしてましたね。夕方の配信でもお話ししてましたが、夕方多分配信したのがこの辺だったと思うんですけれども、この辺付近でサポートされるならそこからの上昇、でももう一段の下落を考えてますっていうことを言ってたと思います。それがちょうどこの辺りですね。だいたいその付近で昨日は下げ止まっての上昇になっております。この辺のローソク足見ていると、ここからのエントリーはすごく簡単だったんじゃないのかなと個人的には考えます。で、本日はどうなるかですが、まずは直近の高値ですね。この昨日の高値を抜けられるか
かどうかっていうところに注目。抜けてくれば、直近最高値ここです。先ほどのオレンジの水平線の 183.3 付近を目指して、そこを上抜けると184円までという上昇をイメージしておくといいと思いますが、現在は結構高値圏にありますので、昨日の高値を一旦目指して上昇すると思いますが、その上昇が昨日高値を超えられなければ大きめの下落になる可能性があります。その場合はここでのダブルトップですね。そういうイメージもされますので、その場合は昨日安値を目指して下落する可能性もあるので、その辺に注意ですね。本日は直近高値を抜けられるかどうかっていうところに注目。抜けられなければダブルトップでの下落になる。抜けてくれば直近の高値ぐらいまでの上昇っていうところまでのそういう流れに乗っていく。もしデイトレレベルでしたら直近の高値付近まで来たところでの反発の下落を狙うのもありだとは思いますが、上抜ける可能性も高くなってますので、もしダブルトップでの下落を狙うのであれば、しっかり損切りを置いた上でやっていくのがいいと思います。もちろん損切りを置くのは押し目買いも同じですので、その上がったところから買っていく場合も、上がったところを売っていく場合も必ず損切りは置くようにしてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。